はい、またこのように私のお話をお聞きいただいてありがとうございます。お役に立つお話しますからね。で、ご挨拶します。いつもの通りです。飼って生まれてきた人、大勢いますね。これから生まれてくる人たち、大勢いますね。そして今生きてる人たち、皆さんを含めて大勢いますね。皆さんにご挨拶します。よろしくどうぞお願いします。この時もそうですね。私が今ご挨拶しましたけれども、飼って生まれてきた人、ね、今生きてる人たち、これから生まれてくる人という時にこう遠くを見てますね。遠くを見てるというのは、私は自分でご挨拶してるんじゃないんですね。あの命意識の代表として、命意識のなんていうんですね、指揮者として私はこうすごい勢いでこの場で働いている命意識にですね、言葉でね、今生きてる人たち、これから生まれてくる人たちって言って言葉でこうなんていうんですかね、祈りっていうんですか、目的をはっきりさせてるんですね。でこれが祈りということになるんですね。宇宙にこれからこうしますよという自分の選択を宣言してるんですね。だからもう大いばりで飼って生まれてきた人、今生きてる人、これから生まれてくる人、みんなにご挨拶しますよと、こういうことですね。で皆さんがっていうか宇宙がその体制に立ってる。ですから私が治療するともうまず間違いなく治ってくれる。私は何もしてないと、こういうことですね。ですから一般的にもそうですけども、皆さんにどんな時でもですね、人と相対している時にいつでもそうですよ。私は何とかしようとするんじゃなくて、ものすごい今こういう格好しましたけれども、実際はこういう感じでしょうかね。宇宙あるいは命意識の生き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 した、もう生き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 したこれからの私たちの体験を作る働きに私が宣言してる、祈ってるんですね。飼って生まれてきた人、今生きてる人たち、これから生まれてくる大勢の人たち、ほら私ですよ、みんな私、みんなが私を通してお仕事をしてくれると、こんなことですね。今日はその話です。これを皆さんにまた説明する時なかなか難しいので、お聞きになってくださいね。皆さんが人生生きていく時にこれから過去じゃなくてこれからどんな体験をするかということを目的をはっきりさせた時に、自分が何とかしよう、このことに関してああしようこうしようああしよう、これは目的はっきりさせてるから構わないんですよ。ただそのことになんかこう責任を取る、そんな必要が全くない。私を通して時間と空間を飛び越えてね、時間と空間を超えてすごい私たちの知恵と慈しみの生き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 したこれからの体験を作る働きがものすごい勢いで働いてくれてると感じるんですよ。それをこうどんな感じかなという表現をするんですけどね。どんな感じかな、また言いますけれども、どんな感じかなっていう時に自分の感じを感じるんですね。例えば飼って生まれてきた人、今生きてる人、これから生まれてくる人、みんなほら自分の感じを感じる。よろしくどうぞお願いします。で終わった後も自分の感じを感じてるから、なかなか皆さんがやっていただけないのはね、どうぞよろしくお願いしますって言ってこうなっちゃうんですね。こうなっちゃうとそこで途切れちゃう。そうじゃなくて、こうしてお辞儀したらこう前へ出ていく感じなんですね。こう前へ出ていく。そうするとその知恵と慈しみの生き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 した繰り返し点ですよ。私たちのこれからの体験を作る素晴らしい働きがもうきちんと働いてくれる。これね、間違いなく働いてくれるから何の心配もいりません。そのことをこう時間と空間を超えてという話になるんですね。ですから私は何度もお話してますけど、ここにいながら世界中の人たちの心身を健康にしています。これ本当いつも朝から晩までそれやってるんでね、
これもごく当たり前のことかな。だから例えば知らない人がお電話かけてきて私にですねこうですよって言って、はい、それで本人が目的をはっきりさせるんですね。これが元気になったら、例えば具合悪くてそれが元気になったら、あるいは仕事が順調にいったら何とかしますじゃなくてね、もうすでにそういうことになってるという選択をしてしまった方がいいですね。何度も申し上げますけど、私は100になってもスキーをやってるぞ、これが私のもう一つの目的なんですね。これ宇宙に向かっていつも言ってる、朝から晩まで言ってる。ただいちいちこう言ってはいないんですけどね、これこう言い聞かせて、そのことを自分はもうすでに体験してるから、実際に長いスキーを履いてね、雪の山をすっ飛んで歩いてると、こういう感じなんですね。そこで例えば日増しの湿布が必要な人が電話かけてくるとしますよね。来た。で、福田先生お願いします。これもお願いします。あるいは福田先生何とかしてくださいねと言ってくれないと私やらないですけどね。お願いしますと言われると、その方に日増しの湿布をねして差し上げる。あるいは先日こういう話がありましたね。福田先生っていうんですね、治療にお見えになった方がいて、日増しの湿布10日間ねやってくださいよって申し上げたら、私ねアメリカにしましょうかね、アメリカに旅行に行くのでね、ちょっと10日間できませんっていうの、3日はできるけどその後できませんっていうんですけどね、こんなのねと簡単。ただ日増しの湿布というのをやって体験がないとご自分の体験になりません。いいですね。全然日増しの湿布について知らない人が「はい、日増しの湿布やりましたよ」、これ全然効果がないんですよ。そこで人生っていうのは自分の選択とその体験、その体験の上に立って次があるんですね。それを時間と空間を超えたね通り道という表現をしてるんですけどね、私たちは通る道です。今私たちと言いましたけど、自分だけが通る道じゃなくて世界中の人たちがみんなで一緒に通っていると言った方がいいかな。通ってる道という表現をするんですね。だから時間と空間と超えることができる。言いますよ、また言いますよ。その繰り返しているのはね、体験がなくてその体験を体験することができない。私が100になってもスキーやってるぞ、これ若い時に散々スキーやったから、今でもスキーが皆さんより上手にできるから自信を持って言えるんですよ。例えば私そうですね、20分くらいのお子さんでしたらひょいと抱えてかなりの急斜面滑れますね。ひょいと抱えたまんま、もちろんストックもなしでということはほら体験してるから言えるわけです。はっきり断言できる自分の体験がものを言うんですね。そこでまた話を戻して日増しの湿布になるんですけれども、ご本人ね3日はできるけどその後10日間連続してはできませんよという方に申し上げるんですけどね、日増しの湿布をやってね覚えちゃってください。日増しの湿布ってどうやるか、初めから頭の中で全部時間かかんない5秒がそこらです。パッパッパッとこうやる。じゃあやってみせますよ。でその方のために、例えばそういう方がいらして、その方のために福田貴則が自分でここで日増しの湿布して差し上げる時には、実は今もやったんですけれどもね、そういう体験をお見せした皆さんにヒーターにスイッチ入れるところから始めるんですね。ここに日増しの湿布の道具があります。これ日増しの湿布の私どもで使っている道具ですね。ヒーターがいりますね。分かんない方はただついてきてみてくださいね。日増しの湿布っていうのはこういうことですね。頭痛くても目が具合悪くてもお腹壊しても足を捻挫しても温めた日増しの湿布を右のお腹に当てるんです。右のお腹ですよね。これも今日は日増しの湿布の話じゃないので簡単にいきます。ですから私何やるかというとね、そういった電話がかかってきた方で緊急を要する方のために私がやるのはね、
ヒーターにスイッチ入れるところから始めるんですね。ヒーターにスイッチ入れて、もうヒーター暖かくなった、これ時間と空間を超えるというこういうことですね。で日増しのシップ作ったのをヒーターに乗せた、もうヒーターでもう時間と空間がもうないから、もうすでに熱くなったのを右お腹に当てて、そしてヒーターを当てて、それで布団に、日増しのシップで寝てやるもんですからね、寝てやった、例えば1時間なら1時間やった、そして起きた、で日増しのシップで重曹を溶かしたお湯で洗うんですよね、拭くんですよね。ですから重曹を溶かしたお湯で格好見てね、ほらこうして、私肘を動かさない人間だから、肘を動かさないでもう全部終わった、いいですね、全部終わった。はい、その方の症状が取れたんですよ。ただ例えばその方捻挫したと、そういうことでですね、日増しのシップやっていただくときに、日増しのシップやったってその捻挫は明日治らないですよ。そういうことを間違えないでくださいね。ただその方が捻挫を治すように、その方が自分の心と体を通して治すように、ものすごいエネルギーがその方は体験されたんですね。ですから日増しのシップもそうですけども、そんな具合に時間と空間っていうのはいつもこちらでコントロールすることができる。例えばご本人ってお子さんにしましょうね。お子さんが例えばまたアメリカにしましょうね。アメリカにいらっしゃって具合が悪いって言ってきた。はい、日増しの湿布が効く、体制だとするとね、例えばそのお子さんがという表現をしたけど、お孫さんにしますとね、おばあちゃんかおじいちゃんが今のように日増しの湿布をやっていただいても、または実際にご自分でお孫さんを目的にして日増しの湿布をしても実によく効いてくれます。特にお子さんはある意味で間違いなく効きますね。やってみてください。で今もそうですよ。皆さんが私の話を聞いていらっしゃる方が、ちょっとしたこと、例えば肩こりがありますよとかね、手首がね、昨日仕事しすぎて手首が痛いんですけどねって言ったら、目的をはっきりしてみてくださいよ。私がこれから日増しの湿布します。いいですね。自分に日増しの湿布するんですよ。さっきやってみせた通りです。でこれさっきやってみせた通りなので時間と空間がないので、私はさっきのことを全部ここでやっちゃえばいいんですよ。これでもう温まった。日増しの湿布やるとあったかくて気持ちがいい。もうね、汗びっしょりになった。はいはい、それ外しましてきれいに拭き取りましたよ。であなたの症状は取れたんです。本当取れたんですよ。こんな具合に時間と空間がないということを分かってしまうと、時間と空間なしでいろんな治療ができる。私の特に治療においでになるとよく申し上げるのは、ご家族で来てくださいよというの、お手伝いしていただきますからねという、それで例えばまたそういう話になるんですけれども、お子さんにしましょうね。お子さんが具合悪いって言ってお子さん連れてきた。でお子さんの治療をし始めたんですけれども、お子さんにですね、ちょっとしたタッチというやり方、次回にまたタッチの話しますけれどね、ここに日増しの湿布にしましょうかね。日増しの湿布の DVD がありますね。私の DVD。お安いですよ。私はね、ケーシー屋さんだから高く売らないと、こういうことですね。お安いんです。この DVD。これ、日増しの湿布について全部乗っかってるので、私がやってみせて、最後の拭き取りまで全部やってるので、これをもちろんおじいちゃんがお孫さんたちのために、おばあちゃんがおばさんたちのためにこれを見ても大丈夫ですね。ただやっていただければやっていただいても大丈夫です。ただじゃあ福田先生、その見てやったのと実際にやったのとどう違いますか。これわからない。ただあっさり言うけれどもよく聞いてくれる。もう一言言うとね、同じように弾きますよという。ただこのやり方ですとね、抵抗する場合があるんですね。だから例えば実際にやっても DVD を見ても自分が日増しの湿布をやっててもうよく知ってることをやってもですね、聞き方は同じなんですが考えが全部邪魔するんです。
時間と空間の中に実は考えはないんですね。考えてないでくださいという意味ではない。これを説明するときにまたこういう話をするんですね。私が時空を超えてね、時空を超えた通り道っていうでしょ。通り道、はい、大きな通り道でも小さい通り道でもいいですね。自動車がいっぱい通ってるとしますね。それが考えです。で、自分の自動車がそこに停車してしまったら邪魔になるでしょう。通り道の邪魔になる。それが考えですね。ですから考えていいんです。自動車がないと不便ですよね。で、自動車で乗っかってきた、降りた。はい、降りたらどかせばいいんですね。何を言ってるか考えてそういうもんです。考えたら、ここまで考えた。そしたら、それは空っぽにしちゃう。そしてどんな感じかなって自分の感じを感じるようにすればいいんですね。それこれももっと簡単なことでね、その感じを感じるために、例えばですね、その小さなお子さん、これウィッチヘーゼルって言いますね。ネイティブアメリカンが昔々から使ってた精神病を治す、あるいは関節炎を治す、あるいは皮膚病を治すというやり方ですね。要するに人間の命の働き、肉体の健康にとっても寄与してくれる。パッと言うとこれアメリカで売られてるのは殿方のね、おひげ剃り跡のアストリンゼントなんです。万作というね、アメリカ万作ですね。木とか枝とか皮とか花とか葉っぱから抽出した水溶液です。これ昔から使われてるんで何にも心配ないですね。それを例えばお孫さんがね、ベッドに寝て治療しましょうよという時にお母さんかお父さんかあるいはご兄弟がこれをここへつけるんですよ。一般論です。あちこちつけていいんですよ。私自身はこれを毎朝頭の先から足の先までつけてるんですけれども、これこんな感じなんですね。水溶液ですから。ちょっとしか取れませんでしたね。ちょんちょん。はい。こでつけたら、はい。お孫さんの治療おしまいなんですね。もう綺麗に治ってると、こういうことですね。それでこれをタッチという治療法なんですけど、私に言わせるとこの日増しの湿布もちょっと垂れてきましたね。日増しの湿布がこういうこと全然問題ありませんので、垂れてもですね手にくっついても全然問題ありません。で、日増しの湿布もそうなんですけれども、パッとやってって最後までやっちゃったらそのことについてもうすでに考えない、終わったから感謝するんですね。もう本当に感謝するといいですね。それからこれ知ってる人は知ってるんですけども、これも前回もやってみせましたね。日々の健康法という治療法ですね。これは先ほど見てくださいって言いましたけど、これタッチでも聞けます。日増しの湿布の DVD ですね。それから日々の健康、これ本です。でもこれとってもよく聞くのでね、皆さんにお買い求めいただいてるんですが、例えば精神病の患者さんで例えば表も出られないっていう患者さんいらっしゃいますね。この患者さん、ちょっと精神病の患者さんなんであまり詳しくは申し上げられないんですけど、人のことが気になって表へ出られないっていうんですね。私が提案したんです。表出られないから当然治療にはお見えになれないんですね。この本利用する。これも日増しの湿布でも治るんですよ。アストリンゼントでも治るんですよ。だからこの前やってご覧に入れたスムーズの吸入でも治るんですよ。当然ですけどこの DVD でも治るんです。でもこの本は本のやり方があるということですね。これご存知の方はご存知なんですけども、これも試されるといいですね。例えばワインとかウイスキーとかですね、お酒をいただく方はグラスにワインあるいはウイスキーをついで何でも構わないですね。アルコールがとっても反応がいいんですね。分かりやすいからそういうんですけれども、それでついだの
ね、何も考えないでスイスイとついだ。その時に大事なのは同じ形の器についでくださいね。同じ形の器についでくださいよ。それ1本だけ乗せますとね、5秒で結構。あるいは上にね、この本をねスッと通すんですね。それだけでも結構味が変わってしまう。要するにとってもお体にいい味に変化するんですね。あるいはもうアルコールが体にあんまり影響を与えないような美味しい飲み物に変わってしまう。知ってる人は知ってますね。私こんなことうん十年もやってる。面白いことに言って本によって味が違う。あるいは手をかざしてもいいし、それを頭に乗っけてもいいんだけど、人によってみんな味が変わるんですね。違う味になるということですね。それがすごく面白い。ですからこの本のいっぱい使い方あります。次回にまたその説明しますけど、本の上に乗るっていうと皆さんとっても嫌でしょうね。そんな体験ないと思うんですけれども、私たちの生きてるエネルギーっていうのはここからというんじゃなくて、ここと宇宙はあるいは自分の魂と、自分のと言いましたけど世界中の人との魂とここの接点になるんです。ここのところが、これも正確に言うとうるさい言葉を使わなきゃいけないのでね。そしてもっと微水の先端がまた別の接点になるんですね。これもプラスマイナスと言っちゃうと、このプラスマイナスはしょっちゅう変わるので、この命の世界ではですね言えないんですね。ですからまた大変失礼ですけどね、私これ売り物なのでね、実際は載ってないんですよ。でも先ほど言いましたよね、私100歳でスキーをやってるんです。もう時間と空間がないから、今100歳あるいは105歳かな。それでスキーをやりますから、例えばこうやって乗っかってて平気なんですね。皆さんできますから、乗っかってて乗っかってないんですよ。実は乗っかってない、置いてるだけですね。それでここのところにタッチする。これもくっつけなくていいですね。くっつけなくていい。タッチする。こういうことですね。それでこの3冊目、これなしでもいいんですけども、私今まだ乗っかってるんですよ。乗っかってる3冊目のこれを例えば足の下に置くというやり方をする。あるいは首のところに、あるいはとってもよく聞くので、胸椎と頸椎の間、あるいは胸椎の2番3番、ものすごくよく聞くから、ここまでこうやるんですね。3点セット。私まだ乗っかってるんですよ。乗っかってて全然仕掛けないでちょん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 とで皆さんのとこ行って、はい、まだ座ってないということができるんですね。100歳でスキーはまだ座ってない、やるんだったらこのくらいのことできなければ、まだ座ってない、もういくらでも片腰でも立てる、まだ座ってないということですね。いくらでもできるんですけれども、まだ座ってないよ。今日これでおしまい。どうもありがとうございました。まだ座ってない。はい、おしまいです。